はい、金坊主です。今回は、サイボーズデベロッパーネットワークで公開されているキントーンのサンプルプラグインを全部試してみてですね、どのような設定が必要で、どのようにね、動くか、そのあたりをね、全部ね、見ていこうかなと思います。まず、サイボーズのキントーンでプラグインを使うには、ライトコースではできなくて、スタンダードもしくはワイドコースを契約している必要があります。キントーンのお試し環境であれば、スタンダードコースと一緒ですので、プラグインを設定することが可能です。アプリに対してプラグインを設定するんですけれども、その前にこちらのキントーンのシステム管理からプラグインを環境に許可するという必要があります。こちらのサンプルプラグイン、例えばガンチャートプラグイン、ここでプラグインのパッケージング、で、パッケージングのね、仕方書いてますが、この一番下のこの辺ですね、ここにパッケージングしたサンプルというのがあります。パッケージングしていただいてもいいんですけれども、もうパッケージングされたサンプルのプラグインもありますので、こちらをダウンロードして、キントーンのシステム管理から読み込んで、設定しておくことで、個々のアプリにプラグインを設定することが可能となります。アプリ作成する方誰でも使えるっていうわけではなくて、この利用許可の設定で、すべてのアプリで利用を許可するのか、それとも指定したアプリとかスペース内での利用を許可するという設定ができますので、このプラグインに関してはこのアプリだけ、あとはもうガンガン入れないようにするとか、そういったことも設定は可能です。それではまずガンチャートプラグインから設定をしていきます。こちら、キントーンでは予定を入れたり、期間を入れるってことはできるんですけれども、それをガンチャートとして可視化するというサンプルプラグインになっています。はい、こちらを設定するときには、ToDo アプリですね。これがキントーンアプリストアにありますので、このアプリを使用していただきます。で、ToDo アプリのここにですね、ガンチャートで表示するのもカスタマイズも可能ですよっていうところで、こちらでも紹介されています。で、キントーンのシステム管理でプラグイン設定していれば、ここの設定のプラグインのところで、追加するを押すと、ガンチャートプラグインが選べるようになっています。選びましたので、設定をしていきます。今回はタイトル。ここですね。A の部分に表示するものは ToDo 名。で、サブタイトルにも表示できるんですけれども、サブタイトルは、じゃあ詳細内容にしましょうかね。で、開始日、終了日。で、色付けのフィールドで優先度。優先度は ABC の3つだけに設定をしておきましたので、それぞれに赤、黄色、青と設定をしておきます。最後に初期に表示するスケール、時間、日、週、月とありますので、日にしておきましょう。これで最終アプリの設定でアプリを更新すると、はい、このような形でですね、反映されているかなと思います。レコードが増えれば増える分だけここに反映されていきます。非常に便利なプラグインではあるんですけれども、対応するレコードというか、レコードがあれば全部表示されてしまいます。なので、レコードを絞り込んでですね、例えば、私が担当のものは今ないので、なければ表示されない。あったら表示されるという形になります。で、例えばここの文字の色を変えたいとかってなっていけば、プラグインを自分で修正していくってことも可能かなと思いますが、今回はプラグインの紹介と、そして設定と画面共有って形ですので、これ以上の話はしないですけれども、さらに自分でプラグイン作っていきたいとかなっていけば、よりデベロッパーネットワークのね、情報は、有効かなと思います。では次、条件書式プラグイン。こちらを設定していこうかなと思います。こちらに関しては、キントーンというのは、カスタマイズすればですね、このような形で、文字の色であったり背景色を変更することができるんですけれども、それをプラグインでやってしまおうというような形で、例えば問い合わせ管理のアプリがあるとしましょう。ここの対応状況ですね。対応状況が完了のものは赤くする。未対応のものは青くするみたいな設定をしていこうかなと思います。
同じようにプラグインで追加で、今回は条件書式プラグインですね。こちらを追加します。まず、書式の条件ですね。何があったらどうするのかみたいなところがありますので、条件として今回は対応状況が完了だった場合、受付日時の色を変えようと思います。完了しているので、受付日時の文字の色は真っ白、背景色は青色、もう一つ、対応状況が等しい、未対応。こちらは受付日時をまだ未対応ですので、色は白。背景色は赤色に変えました。さらに文字のサイズをやや大きくします。そして文字の装飾を太字にします。また、日時の条件も決めれますので、更新日時が更新したのが今日から5日前より後だった場合は、更新日時を文字の色だけ赤にします。はい、このような設定をしました。アプリを更新します。ちょっとやりすぎ感はありますけれども、これで青い色のやつはもう完了しているから赤色のやつからですね、設定をしていくと。で、今展開したのが今先ですので、更新日時っていうのはすべてですね、5日前より後になってますので、全部赤字になっているかなと思います。これを使うことで、パッと見てですね、今何をしないといけないのかとか、どれに対応しないといけないとか、わかるかなと思います。設定してなかったら、普通の黒と、そしてリンクが青色ぐらいになっていますので、この条件書式設定プラグインっていうのは、私のブログの方でも結構検索でヒットしてますので、皆さん活用されている人多いのかなと思いますので、ぜひともちょっとパッと見てですね、もう少しキントーンのレコード一覧を分かりやすくしたいなという場合は使っていただけたらなと思います。ちなみに、レコードの詳細画面にも反映されます。次が JS Edit for Kintone というプラグインですね。これはどんなものかというと、Kintone には JavaScript 書いて Kintone に保存するということができます。はい、ここに書いたものをですね、保存するってことはできるんですけれども、先ほどのプラグインを使えば、プラグイン上で書いてそのまま保存する。なので、管理がしやすいっていう部分がありますので、入れていきます。プラグイン追加で JS Edit for Kintone を入れました。で、設定に関しては、今回は別のアプリに入れている金額っていう情報を、今から入れようと思っているアプリで関連レコードで表示してるんですけれども、その関連レコードで表示しているものを合計しようと思います。書いていきます。はい、書きましたので、保存した時にアプリの更新はしなくても、すでにJavaScript としてここに入っています。保存したタイミングで、こちらに数字が入ってるかなと思います。こっちのアプリですね。こっち側で金額をもう少し増やします。はい。わかりやすいようにね、すごい金額を増やしました。で、ここで、今から変わるので、よいしょ。はい。変わったので、こっちの金額も変わってる。みたいなことが、このプラグインで管理することができる。複数作ればここで複数の JavaScript が表示されるというような形になっています。これが JS Edit for Kintone のプラグインですね。次、入力値チェックプラグイン。これは何かというと、レコード追加時とレコード編集時で、郵便番号、電話番号、ファックス、メールアドレスのフォーマットをチェックするというプラグインですね。現在アプリの方には、郵便番号、電話番号、ファックス、メールアドレスが入っています。ここに対してプラグインをセットします。
値変更後にチェックを行う場合は、チェックを入れてもらって、ここでまず郵便番号ですよ。電話番号ですよ。ファックス番号ですよ。で、メールアドレスですよと。で、保存します。で、これはアプリを更新します。はい、7桁にしてくださいねと。電話番号の場合は、はい、10桁が11桁ですよ。こんな形で出てきます。もちろん、プラグインを設定してなくてもですね、プラグインを設定してなくても、例えば、リンクの場合は、ウェブサイトか電話番号かメールアドレスかっていうのは設定できるんですけれども、先ほど設定したのはすべてですね、文字列1行になっています。なので、文字列1行でも制御したいなという場合は、このプラグインが使えますね。で、値変更後にチェックをつけた場合は、保存する前にもエラーが出てくるようになってますね。保存した時にエラーを出すのか、もう入力して次入力した時にエラーを出すのかという違いになっております。このプラグインはイベントカレンダープラグインというところで、カレンダーのプラグインなんですね。通常のカレンダーですけれども、キントンのカレンダーはこういう形で表示されてて、月表示でしかできません。で、ここで登録をすると、レコードが入ってくるような形になるんですけれども、このプラグインを使いますと、まずタイトルで開始日時と終了日時でステータスで色を変えることができますが、これだけで設定できるんですが、はい。ここですね。月、週、日と非常に便利には見えるんですけれども、ただしですね、ここからここまでみたいなことはできないので、そうしようと思うとカスタマイズするなり、連携サービスプラグインを使う必要がありますが、基本的に見るだけでいいよっていう場合は、この月、週、日というふうに表示ができるので、便利なプラグインになっています。次、自動裁判プラグイン。これもですね、キントーンの、私のブログの方で検索すると結構、ヒットしてくるプラグインですけれども、キントーンは基本的にレコード番号というものがあって、レコードを登録するたびに、はい、この形でですね、登録するたびに裁判されていく番号があるんですね。ただ、基本的には順番ですし、例えば22番を今消しました。じゃあ、歯抜けになってるかなと思うんですけれども、登録すると24番。ね。22番が割り振られることはないと。で、これが編集できないんですよね。編集できない。こうなってくると、独自に何かしら裁判をして絞り込んだりすることをしたいなと思った時に自動裁判プラグインっていうのがあります。設定の仕方としては、まずその自動裁判を置くフィールドを作らないといけないですね。自動裁判プラグインをセットします。ここでルールを決めます。まず、先ほど作った自動裁判というフィールドにセットします。桁数は5桁にして、裁判を連番、番号ずつにするのか、日付と番号にするのか、日付にテキストも入れて番号にするのか、いろいろ選べます。今回はテキストと連番にしようと思いますので、ここで ABC と入れたい。で、接続語をハイフン。それと ABC0001 っていう形になっていきます。日付にしておいたら日付の形式が選べるという形になります。で、接続詞はハイフンかアンダースコアか。で、リセットのタイミングなんですけれども、今回は日付じゃないんですが、日付にした場合は、1年ごとにリセットするのか、月ごとにするのか、毎日リセットするのかっていうのが設定できます。で、また API トークンでレコードにアクセス権を設定するために API トークンを使うこともできたりします。これで設定をしていきますが、ここの設定してからのレコード追加時に反映されますので、今すでに追加しているものには反映されないですね。はい。なんでここで保存したら、ここで番号が出てくる。なので、ここを例えば変更しようと思ってもできないので、この自動裁判に関しては、
もうやりたかったらもう最初からですね、設定をしておく必要はあるかなと思いますし、こういうプラグインもあるよというところを理解しておいてもらったら、次ね、アプリ作るときとか、今ちょっとなかなか裁判のときに、困ったんだなっていうときはこれができます。ただ、遡って裁判するとかってなってくると、またカスタマイズであったりとか、連携サービス使うってことになる可能性もありますね。文字列結合プラグインはその名の通り、文字列を合体させていくんですけれども、最大5つまで結合できる。で、プラグイン結合はプラグインでやっていきます。通常結合は文字列1行の自動計算でやっていきます。では文字列結合プラグイン。で、今回やっていくのがですね、最大5つまでを3つできるというふうになってますので、会社名で受付日時、対応状況、金額、電話番号、ハイフン入れます。で結合されたやつを入れるのが、今回はプラグインなので、プラグイン結合ですね。で、もう一つに関しては、自動計算していきますので、はい、出てきました。計算式で利用できないものがありますよと。電話番号はリンクなんですけれども、レコード番号、ラベル、リッチエディター、文字列複数行、添付ファイル、リンク、ユーザー選択、グループ選択、関連レコード、作業、ステータス、カテゴリーはダメだよと。なので、リンクができません。こっちでもできないものがあります。レコード番号、作成者、更新者、作成日時、更新、リッチエディター、テーブル、カテゴリー、ステータス、作業者、添付ファイル。リンクはできるんですけれどもね。はい。なので今回はこっちはリンクを外しましょう。電話番号を外します。で、ホーム保存してアプリを更新します。はい、見ましたが、まずですね、こっちプラグインなんですけど、プラグインはちゃんと日付もしっかり入ってますが、こっちはですね、日付がちょっと日付じゃなくなってるかなと思うんですけれども、こういう形になってしまいます。通常文字列複数行では自動計算という項目がないので、文字列複数行に今やったようなことをセットしたいっていう場合もこのプラグインは活用できるかなと思います。次、いいねプラグインですね。これはその名の通りですので、いいねを押して、それを見える化するという話になります。いいねした人を誰か知りたい場合はユーザー選択のフィールドをセットします。で、いいねの数をセットしたい場合は数字をセットします。これでアプリを更新します。今回ちょっと金額の方に入れちゃいましたけれども、はい、いいね。いいね。いいねがなかったら、誰もいないですけど、いいねつけたら、私がね、今いいねしたよっていうのがわかるようになるので、誰が見ただけ見て、で、チェックしたよっていうところで活用できるんじゃないかなと思います。ではレコード番号を入れておいたらここにですね、ここでいいねが押せるようにもなっております。ボックス4キントーン。キントーンのレコード上でボックスに対する操作ができます。まず設定で、フォルダー名とボックス、文字列1行、リンクでどっちでもいいので入れておきます。で、プラグインを追加します。ボックス4キントーン。で、設定に入ります。今回はキントーンというフォルダーに行くので、フォルダーをまず指定します。で、フォルダ ID、フォルダ名、ボックス、保存します。これで一旦アプリを更新します。ログインしてくれと言われますので、ログインします。はい。で、ログインしましたので、フォルダ名がキントーンのところに、はい、出るようになりました。ここにですね、1個、はい、私の没サムネイルを入れました。はい、1個入りましたね。では、こちらのボックスでキントーンのフォルダ入ると、はい、入ってます。逆にこっちにですね、もう一つ
ボツになったボツサムネイルを、サムネイルというか、ライブ配信で使ってる枠組みですね。これ入れてみました。はい。で、更新しますと、はい。入ってますね、両方とも。こんな感じで、ボックスの情報を見て、編集もこっちでできるようになっています。ドロップボックス4キントーン。まあ、ボックスとほぼ似てますよね。まず作らないといけないのが、フォルダ名とスペースと、そして保存用のフィールドというところですので、必要なのが、フォルダ名、次にスペース、要素 ID をセットしとかないといけないので、スペース。で、最後にリンクの保存用に、文字列複数行で、ここでリンクが入るようにしときますので、リンクとしときます。で、これで一体アプリを公開しまして、さらにアプリを、ここにプラグインを設定します。で、設定で、フォルダ名、スペース、リンク。オンにすると、リンクがダウンロードリンクに変わります。よし、OK ですね。保存します。これでアプリを更新します。で、レコードを追加します。ドロップボックスにフォルダを作成してください。はい、ドロップボックスにログインしました。はい。じゃあ、フォルダ名でキントーンと検索したら、こんな感じで出てくるようになりましたね。またさっきと同じ私のサムネイルですけれども。で、今、ドロップボックスを見に行くと、はい、2つのね、画像が入っているかなと思います。で、キントン側でファイルの操作っていうのはできない。見るしかできない。ただ、ドロップボックスの方にもう1個画像を、ちょっとバージョン違い。はい、これをアップデートすると、はい、見れるようになっている。これがドロップボックスのキントンのサンプルプラグイン。で、デスクのプラグインはちょっと設定できないんですけれども、それ以外のプラグインは一遍設定をしてみました。で、このプラグインはあくまでサイボーズデベロッパーネットワークが公開しているプラグインなので、自分でカスタマイズしようと思ったらカスタマイズできますし、で、均等のプラグインでいくと、無料のプラグインも有料のプラグインもすべてがすべていいとか、すべてがすべて悪いってわけではないので、一遍試してみるというのが一番かなと思いますが、プラグインの設定の部分、そして使い方みたいなところは、これである程度雰囲気は分かっていただけたかなと思いますので、今回のサンプルプラグインで満足っていう方はなかなかね、いないかなと思いますので、さらに発展させて、いろんなプラグインを使っていくとか、連携サービスとかを試していただけたらなと思います。よく使うプラグインであったりとか、連携サービスの設定方法については、また、動画公開していこうかなと思いますので、チェックしてもらえると嬉しいです。以上です。ご清聴ありがとうございました。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you love me.